広大な宇宙の片隅、太陽系、その最果ての領域は人類にとって長らく未知の領域だったの。それでも人類は常に未知への憧れを抱いて探求の手を伸ばし続けてきたんだよ。あなたは宇宙にどんなイメージを持っていますか？夜空を見上げて無限に広がる星々を想像するとき、どんな感情が湧き上がりますか？人類の宇宙への憧れを象徴するもの。それは1977年に打ち上げられた2機の探査機、ボイジャー1号と2号。彼らは人類の目となり、宇宙の深淵を覗き込み、私たちの宇宙観を根底から揺さぶる数々の発見をもたらしたんだよ。これは人類の知的好奇心と技術の域を結集した冒険物語。このチャンネルでは空の不思議や天文学の面白さを探求し、皆さんにお届けしています。まだチャンネル登録をしていない方は、ぜひ登録して一緒に宇宙の旅を楽しんでください。1960年代、天文学者たちは惑星の配置が特定の時期に整列することを発見したの。この珍しい配置を利用すれば、探査機は少ない燃料で複数の惑星を巡ることができる、いわゆるグランドツアーが可能に。これを実現する鍵となったのが、スイングバイ工法、惑星の重力を利用して探査機を加速させる技術なんだ。まるでパチンコの玉が惑星に引っ張られて、勢いよく弾き飛ばされるように、探査機は次々と惑星の引力を借りて、さらなる深宇宙へと進んでいく。この工法のおかげで、わずかな燃料で遠い惑星まで到達することができたんだよ。NASA はこの機会を捉え、ボイジャー計画を発動。その目的は、木星、土星、天王星、海王星といった巨大ガス惑星の詳細な観測に加えて、太陽風の影響が及ぶ範囲、太陽圏の境界を越え、星間空間へと足を踏み入れることだったんだよ。当初はマリナー計画の延長としてマリナー11号、12号として計画されていたんだけど、より大規模なミッションとなったことから、遠くへ旅する人の意味を持ったボイジャーと改名されたんだって。ボイジャー探査機に搭載されたコンピュータは、当時の最先端技術の域を集めたものだったけれど、現代の基準から見ると非常に限られた性能しかなかったの。探査機に搭載されたコンピュータのメモリ容量はわずか約 70KB。1983年に発売された家庭用ゲーム機、ファミリーコンピュータの代表的なゲーム、スーパーマリオブラザーズは約 40KB の容量で動いていたんだけど、ボイジャーのコンピュータは、それの2本分も格納できないレベルだったんだよ。そんな限られた資源の中で、ボイジャーのエンジニアたちは創意工夫を凝らし、数々のミッションを成功に導いたんだよ。探査機の制御、データの収集と送信、機器の管理など、複雑なタスクをこなすために、プログラミング技術とハードウェアの性能をフルに活用したんだよ。当時の技術水準を考えると、まさに驚異的な偉業だったと言えるよね。ボイジャーには地球外知的生命体へのメッセージを込めたゴールデンレコードが搭載されているんだよ。天文学者であり作家のカール・セーガンを中心とするチームによって制作された記記されたレコード版には地球の自然音や様々な言語での挨拶、そしてクラシック音楽から民族音楽まで多様な音楽が刻み込まれているんだよ。レコードジャケットにはレコードの再生方法や地球の位置を示す図などが刻まれているの。もし宇宙のどこかで知的生命体がこのレコードを発見したら、それは地球からのメッセージ、人類の存在の証に、いつの日かこのメッセージが届くのかな。ボイジャー2号は1977年8月20日、ボイジャー1号は同年9月5日に打ち上げられたの。速度の速い1号が先に木星と土星に到達し、巨大な木星の縞模様の大気、大積反応図、衛星イオの活発な火山活動、土星の美しい岩の構造、衛星タイタンの濃い大気など、驚くべき光景をたくさん捉えたんだよ。特にイオの火山活動は、地球以外で初めて活発な火山活動が確認された例として、大きな注目を集めたの。その後、2号は天王星と海王星へ、人類史上初めて、2つの惑星の姿を間近に捉えて、新たな衛星や輪を発見するなどの大偉業を成し遂げたの。天王星では、自転軸が大きく傾いている特徴的な姿を、海王星では、大暗斑と呼ばれる巨大な嵐の存在を明らかにしたんだよ。打ち上げから13年が経った1990年2月14日、
すでに当初のミッションを終えたボイジャー1号は太陽系の遥か外縁部、地球から約60億 km の地点に、そこでカール・セーガンはボイジャー1号に最後の大きな仕事を提案したんだ。地球の写真を撮ることを。当初 NASA の技術者たちは反対したの。60億 km 先から地球を撮影することは極めて困難で、科学的な価値も低いと考えられたし、太陽光が直接カメラに入ると機器が損傷する危険性もあったの。それでもセーガンは諦めなかった。純粋な科学的価値以上の人類への重要なメッセージになると信じていたから、そうして撮影された写真の中に広大な宇宙の暗闇に浮かぶかすかな青い点があった。地球はわずか 0.12 ピクセルほどの大きさでしか映っていない。広大な宇宙の暗闇に浮かぶ光の点として映った惑星や恒星の中のただの一つ、ペイルブルードットと呼ばれるこの写真は、私たちが住む地球がいかに小さくかけがえのない存在なのかを静かに語りかけている。この一枚の写真は環境保護運動のシンボルとなり、国際紛争の愚かさを問いかけ、芸術作品としても高く評価された。カール・セーガンはこの写真についてこう言ったの。私たちが知るたった一つのふるさと、広大な宇宙の中で私たちの故郷はこの小さな青い点に過ぎない。その点の上で人類は歴史を紡ぎ、喜びや悲しみを分かち合い、そして未来への希望を持ち続けているんだ。ボイジャーは太陽系の惑星たちを一つの画像に収めることにも成功したんだよ。この太陽系家族写真には、太陽から水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星が並んで輝く姿が収められているの。冥王星は軌道位置の関係で太陽の光も弱かったから写真には映らなかったんだって。ボイジャー1号は約35分かけて撮影を行い、太陽系の壮大な全体像を人類に届けてくれたの。太陽系の家族写真を撮り終えた34分後、今後の長い旅に向けエネルギーを温存するためにボイジャー1号のカメラの電源が切られたの。この太陽系の家族写真がボイジャー1号が撮影した最後の画像となったんだよ。ボイジャー1号は2012年8月25日、2号は2018年11月5日、ついに太陽系を脱出し、星間空間へと旅立ったの。太陽圏とは、太陽から吹き出す高温のガス、太陽風が巨大な泡のように広がってできた空間なんだ。その中に私たちの太陽系の全てが包まれている。まるで宇宙空間の中の太陽の庭みたいなもの。2機は、それぞれ違う道を選んでこの太陽圏の果てを目指したんだ。1号は太陽系の惑星の交点面に対して垂直に近い方向へ、2号は南側に傾いた経路を取ったの。この2つの異なる経路が教えてくれたのは、太陽圏が完全な球ではなく、少し歪んでいるということ。太陽圏の境界に近づくにつれ、探査機は不思議な変化を感じ取っていった。太陽からの風が次第に弱まり、宇宙線が増えていく。そして境界を越えた瞬間、太陽風は完全に消え去り、全く新しい世界が広がっていたんだ。そこは、星と星の間の非常に希薄な粒子や磁場が存在する空間。今も2機は、この不思議な空間で、人類がまだ見たことのないものを観測し続けている。私たちの太陽系がどうやってできたのかを、解き明かすヒントを送り続けているんだ。人類が想像した物体として初めて、星々の間を航行するという偉業を成し遂げた2機の探査機は、今も旅を続けている。だけど、45年以上にも及ぶ長い旅路の中で、探査機の機器は老朽化が進み、電力も徐々に低下。送られてくるデータも限られたものとなり、ミッションは終わりに近づいているんだ。NASA は、電力の都合上、探査機の機器の電源を段階的にオフにしていくという計画を発表していて、2030年代には探査機との通信が完全に途絶える見込みとのこと。それでも、ボイジャーが送ってくれた数々のデータは、私たちの宇宙観を大きく変え、太陽圏の構造、星間空間の環境など、貴重な情報をもたらし続けている。ボイジャーのミッションは、人類の知的好奇心を刺激して、未来の宇宙探査への道を切り開く、かけがえのない遺産となるはず。彼らが捉えた数々の映像とデータは、私たちに宇宙の壮大さ、そして地球の貴重さを改めて教えてくれた。ミッションは終わりに近づいているけれど、ボイジャーが残した遺産は、これから先も私たちの心に刻まれ続ける。それは、人類が未知の世界に挑み続けた、勇気と希望の物語。ボイジャーは、これからも星間空間を旅し続け、いつの日か他の知的生命体と出会うかもしれない。彼らは永遠の旅人として宇宙の歴史にその名を刻み続ける。
最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が気に入ったら、高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。コメントもぜひ、皆さんの応援が私の動画作成のモチベーションになっています。またね。